おはようございます。俊也です。今日の FD レストアは足回りの部品を組んで車を地面に下ろしたいと思います。前回リアの足回りを組んだので、今回はフロントの組み立てです。組んでいく部品たちはこちら。サブフレーム、ロアアーム、サスペンション、ブレーキ、あとハブとステアリングラック、この部品たちを組んでいきたいと思います。まずはハブの分解からやっていきます。まだね、ベアリングゴロついたりとかもないし、なんだったら一回交換してるんじゃないかなっていうぐらい錆も少ないし、状態めちゃくちゃいいんですけど、リアのベアリングを交換したので、交換タイミング合わせるために、今回フロントのハブベアリングも交換しておきます。ハブを外してしまえば、バックプレートとナックルもバラバラにできるから、錆び落としして塗装し直しとかもできるんで、一石二鳥っていう感じで、今回ハブベアリング交換やっていきたいと思います。キャップ外してまずはナット緩めちゃいます。ハブナットは再使用だったんだね。ここのカシメの部分がちぎれてる。これでいけるかな。よし。ハブが外れました。これ圧入じゃなくてただはまってるだけです。ベアリングは全然良さそうな感じだな。しばらく放置されてた車だから錆はすごいけど、ハブはまだまだ平気そうです。バックプレート、あとはこれだな、 ABS センサー。これね、車から外す時外れなかったんですよね。ラスペネつけといたから緩んでくれないかな。お、動くよ。いけるかもしれない。回った。あとは叩いて抜けないかな。あ、抜けそう。いける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 。隙間ができた。よし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 。よし、取れた。おお、取れました。ラスペネ付けしといた甲斐があったな。ちょっと錆びはすごいけどセンサーは大丈夫そう。ナックル側も錆びは出てるけどそんなにひどくない。錆び落とししてきれいに磨いてあげればちゃんとセンサーすんなり挿入できそうな感じです。よいしょ。反対側同じように外します。やっぱハブナット、再使用ですね。潰れたまんまになってるのがこっち側にもいるんで、ハブナット再使用してるから多分ハブ交換1回やってるんだと思います。よし、取れました。よし、これで左右のナックルバラバラにできたんで、ブラストで錆び落としやっていきます。よいしょ。それじゃあ塗装していきます。もう脱脂はやっておきました。あと塗るだけです。
サビサビだった部品が綺麗になりました。そしたら続いてハブ、これも塗装しちゃいます。新品のハブ、これ鉄むき出しなんですよね。そのまま組んでしまうとこんな風にサビサビな感じになってしまうので、錆びないように塗装しちゃいます。続いてロアーム作業を進めていきます。ここのボールジョイントですね、これのブーツ交換。まだこのジョイントの部分ガタとかはないから、ブーツ交換してちゃんとメンテナンスしてあげればまだまだ使えそうな感じなんで、ブーツ交換やっていきます。まずはこのブーツを留めているリング、こいつを外して、よいしょ。よし。でブーツを剥がして、よいしょ。よし。おう、グリスが結構汚い。一回拭き取って、よいしょ。そして新しいグリス、よっと。ブーツの中にも少しだけ入れておいて、あんまり入れるとパンパンになりすぎちゃうから、まあある程度入れておいて、蓋をする。で新しいリングで留めます。よいしょ。これがねちょっと難しいんですよね。ブーツに傷を入れてしまうから気をつけてやらないと。カメラアングルがちょっと設定間違ったかな。こっちアングルだとすごく撮影しながらの作業がやりにくい。よし、入った。ちゃんとブーツが入りました。はい、次こっちはロアームですね。同じように作業やっていきます。留め金外して、ブーツ外して、結構汚れてる。グリス拭き取って、新しいグリス、ブーツかぶせて、よいしょ。 OK。 そしたら錆びてこないように336塗っておきます。気休めの防水油。続いてサスペンション。リアやった時は特に問題なさそうだったんですけど、一応フロントも念のため分解してチェックしておきます。これもともとこんな感じで調整の幅が違いました。長さが違う。よし、ケースが外れて、フロントは何キロ？12キロ。スプリングレート12キロです。結構硬いな。アッパーマウント、ピロのガタなし、ショックオイル漏れなし、バンプラバーもちゃんとついてます。ショックの減衰も大丈夫。
プリロードは0で0プリにしておきます。車乗ってみて足りなければ調整する。とりあえず0プリ。ショックの長さはだいたいケースの半分ぐらいネジが入る程度にしておいて、これも車に組んでから調整ですね。とりあえず右側のショックが終了。次は左側。多分問題ないと思うけど、一応念のため確認しておきます。オイル漏れなし。バンプラバー OK。アッパーも大丈夫。ショックの減衰力も OK。部品の準備全部整ったんで、これから組んでいきたいと思います。まずはフロントメンバーから。それじゃあ足回り組んでいきます。まずは運転席側からロアアーム。ボルトは、内側から外側。次はショックアブソ、ショックを入れる前にアッパーアーム通さなきゃ。そう、これショックのね中にこうやってアッパーアームが通ります。これで装着。アッパーアームはボルトは外から内側。そしてナックルー。これがどっち上だ、こうだな。スタビリンクスーパーナウさんのやつ、後ろに組んだのと同じです。でこれ調整式なんですけど、一応仮で純正と同じ長さに合わせておきました。車組んだ後に後で長さ調整します。ABS センサー入れるのもスルスル。本当にあれかじってたっていうぐらいめっちゃスルスルなんですけど。バックプレート。そして新品のハブ。よし。ハブナットかかるところスレッドコンパウンド塗っておきます。かじり防止でハブナット。ブレーキローター。いいね、綺麗で。ネジ穴を合わせなきゃダメだ。
危ない危ない危ない。こっち向きだ。ブレーキキャリパー新品みたいにめっちゃ綺麗。これシール剥がして、でこれがここにつきます。そしたらブレーキパッドにグリスをちょっと塗り塗りして、ちょっと広げてシム乗っけて、さらにグリスを入れてちょっと伸ばして、でもう一枚シム、これ矢印ついてて向きがあるんで向き間違えないようにして入れる。よいしょ。反対側もグリス塗ってシム乗せて、失敗した。シムの後にもう一枚グリス入れてない。これシムを乗せて、でさらにここですね、ブレーキのピストンが当たるとこ、ここにも塗っておかなきゃ、忘れてた。塗り塗り、これで入れると。危ない危ない、忘れるとこだった。反対側、ちょっと塗りすぎた。まあいっか。そしてスライドピン、これを入れて、ブレーキパッドを止めるためのスプリング、これを引っ掛けます。違う、スライドピンにこれ、そうだ、スライドピンにバネを通さなきゃいけないんだ。そうだそうだ。車種によって若干作りが違うのやめてほしいよね。こうだな、逆だ、表裏逆だ。こっち向きでバネ引っ掛けて、でピンを通すと。よし、 OK。 そしてブレーキホース、後ろ組んだ時と同じ車外のメッシュホースです。よいしょ。続いて反対側も同じように組んでいきます。まずはサスペンション、ブレーキホースのブラケット、サスペンションに隠れて見えないかも。アッパーアーム入れて、ロアアームつけて、そしてナックルつけて、スタビライザー、ハブを入れて、ナットをかけて、 ABS のセンサーつけて、なんてこった。アッパーアーム、ここネジが残ってる。ここ折ったかな、自分で折った覚えないな。ただこのままだとネジつけらんないんで、ここネジ穴復活させます。よっ、うまく救出できるかな。
し取れた。これでネジ穴生きてるかな、大丈夫かな。よし、ネジ山復活 OK。 ブレーキローター、そしてブレーキキャリパー、足回り完成。綺麗な足回り、新品みたい。ステアリングラック乗っけていきます。よいしょ。ラックのここのブッシュ注文かけてあったんですけど、年末年始で部品届かないんで、とりあえずこのまま借りに組んじゃいます。で部品が届いたらまた後日交換します。タイロットエンドとラックブーツ交換していきます。新品、もともとついてるやつもうブーツ破れちゃって、エンドもねガタが出ちゃってるんですよ。結構ゆるゆる状態。ラックブーツの方も穴開いて破れちゃってるし、これ交換します。せーの、ギュッヒッ緩んだ。よかった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12点半。よいしょ。取れました。ほらブーツ穴開いちゃって、タイロットエンドももうなんかすごいことになってる。あ、ラックの方は大丈夫かな。ガタつきもない。あ、ちゃんと止まる。落ちてこない。大丈夫そうですね。多分このまま使えると思います。組んで走らせてみてダメだったらここだけ交換もできるから、そんなに作業難しいとこじゃないし、このまま行ってみます。グリスよっよっ、そんな硬いのかここ。シリコンスプレーちょっとかなりキツな感じだから、滑り良くするために。なんかの筋トレですかっていうぐらいすっげえ硬いんだけど。嘘でしょ。入ったー。よし、OK。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12。OK。
OK。反対側も交換しちゃいます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。左右で全然違うけどまあいっか、とりあえずいっか。どうせ最後アライメント取るから。おっと多分ステアリングのセンター合わせるのにタイロット側でいじったんだなこっちが18であっちが 12。 あっちもちょっといじり直すか。中間狙って14、14、14、16、15、15か。15回転ずつでちょっと左右均等になるように組み上げます。よいしょ。こっちはねまだ破れてはいなかったんですけど、まあ左右同じタイミングで交換したかったんでこっちも変えちゃいます。まあ、でもタイミングはいい感じだったかもしれない。中のグリスはもう真っ黒。14、15。そしてこっちも新品のワイヤーで留めてしまいます。よっ。よし、ギュッと倒しといて OK。 そしてスタビライザーもつけてしまいます。そしてスタビライザーのブッシュ、これ新品です。シリコングリスを少しだけ塗って滑りを良くしてからつけていきます。やらかした。バックプレートつけるの忘れてた。これが1個だけ転がってましたということで、ブレーキローター外さないとこれつけられないんで、ささっとやっちゃいます。よいしょよいしょ。ハブも外さなきゃダメだ。っていうかブレーキローターは外さなくてよかったか。ハブごと外せばよかったね。まあいいや。すっかりこれの存在を忘れていたまあそんなこともあるよね。多分ねまだ休みボケしてるんですよ。年末年始実家帰省してたんでまだ体が慣れてないんだと思います。復旧完了。よかった、今の段階に気づいて。そしたらハブナット、ここをトルクかけて締めていきます。 OK。 よ
いいね、回転スムーズ。よっしゃ。そしたらあとは車を下ろすだけ。下ろします。よし。よっ。よっ。よし、フロント着地。よし、降りた。無事車を地面に下ろすことができました。結構 FD 低いね。馬かけてたから高さあってそんなに感じてなかったけど、こうやって車を下ろすとすごく低く感じる。めちゃくちゃ綺麗になった足回り。ほぼ新品のような仕上がりです。美しい。でボルト類とかはまだ足回り、調整しなきゃいけないので全て仮締め状態です。最後アライメント取るときにリアと合わせて調整をする予定。そして上から見るとこんな感じ。いいですね、綺麗ですね。ホイールの隙間からちらっと見える青いブレーキキャリパー。やっと車が外に出た。この車の作業を始めておよそ5ヶ月。ようやく足回り完成させて車を外に出すことができました。まあまあ時間かかったね。もうちょっと早く終われるかなとか思ってたけど、まあでも綺麗に仕上がったからその分時間かけた甲斐はあるかな。そして車を出すことができたからガレージを広々使うことができる。これで作業するのすごく楽になりますね。さあ、そしたら次回の動画からドアとかフェンダー、そしてボンネットとか部品単体の板金を進めていきます。車出すことできたからガレージ広々使えるね。そんな感じで次回から板金動画がしばらく続きます。見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。